こんにちは、さきです。今日は東京に来ました。旅行に来ました。ワクワクすぎる、やばい。今日は友達とピクニックをします。ドーナツを買います。テイクアウトで。ありがとうございます。これでダズンハーフ1つお願いします。公園まで歩きます。どうしよう、疲れた。階段を登ります。紅葉が綺麗です。ドーナツが6個、ピザが2枚、フルーツサンドが2個、スタバが2杯。ここは代々木公園です。東京の有名な大きい公園です。クリスピークリームを初めて食べます。クリスピークリームはあまり田舎にはないんです。だからめっちゃ嬉しい。あ、なんかついとる。あ、でもいただきます。スタバの抹茶ラテです。抹茶ラテやっぱり美味しすぎる。これはサイゼリヤのピザです。サイゼリヤって知ってますか？日本で有名なレストランのチェーン店です。しかもこのピザは400円です。めっちゃ安い。他にもこういうメニューが人気です。安くて超美味しいです。いつの間にか小指のネイルないじゃない、あなた。うん。朝からない。私、インスタのモッパンの動画好きなんだけど、サイゼリヤの動画がめっちゃ人気なの知ってましたか？もしお店に迷ったら、ぜひ行ってみてください。今日の予算は4500円でした。どうやってお金を出せばいいでしょうか？1000円札が4枚と500円玉が1個です。今日はかわいいカフェに行きます。待って、マリオカートです。すごい、初めて見ました。カフェまで歩きます。駅で迷いました。都会の駅は嫌いです。ここは5番ホームです。本当は4番ホームに行きたいです。階段を降ります。見つけました。乗れました。皆さんはかわいいカフェ好きですか？日本ではかわいいカフェがめっちゃ人気です。朝早いからガラガラです。私はカルボナーラを頼みました。
私久しぶりに東京来たんだけど、一番びっくりしたことがあります。駅の中に鳩がいました。これは普通ですか？めっちゃびっくりしました。田舎ではあんまり見ません。あとスタバで同じメニューを何回も頼んじゃいます。なんでだろう。この気持ちわかりますか？もしおすすめのメニューあったら教えてください。クイズです。これはドーナツ6枚ですか？ドーナツ6個ですか？答えはドーナツ6個です。最後にもう一回聞くので覚えておいてください。漢字を書きます。視聴者さんが好きな漢字を書きます。皆さんは今年の目標は決めましたか？日本語勉強って難しいよね。自分のペースで頑張るのが大事なポイントです。モチベーションを保つことは勉強に一番大事なことだと思います。私の目標は動画をたくさん作ることです。でもマイペースに頑張ります。今年もよろしくお願いします。皆さんの好きな漢字もコメントに書いてください。次に紹介する日本語はあなたをネイティブに近づけます。カフェで注文するとき最後に使う日本語です。今まで聞いたことないフレーズかもしれません。それは以上です。知ってましたか？レストランとかカフェの注文の最後に店員さんに他にございませんかとか以上でよろしいですかって聞かれることがほとんどです。その時に以上ですと言います。一番シンプルで自然な表現です。ぜひ試してみてください。さっき話したように日本語を覚えるのは簡単ではありません。日本語にはたくさんの数え方があります。1個、2個とか1枚、2枚とか、ものによって数え方は変わります。今日の動画でも数え方について少しだけ学んだけど、ここからもっと多く学べます。みんなのおかげでこの動画が12万回再生されました。簡単だから見てね。バイバイ。